皆さんこんにちは。背景イラストレーターのありです。今日も楽しんで描く背景イラストやっていきたいと思います。このチャンネルは iPad を使って背景の描き方や風景の描き方だったり iPad のアプリの紹介などをしているチャンネルになりますので、興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さあ今回なんですが、今回ですね、ここに映っている通り iPad Pro のフィルムとですね、この Apple Pencil ですね、のこの先ですね。を新しくですね、変えてみたので、それのレビューをしていきたいと思います。ぜひ最後まで見て何かの参考にしてみてください。それでは早速やっていきましょう。はい、じゃあ今回はですね、iPad Pro の普段使っているやつですね、のこのフィルムですね、この一番上に貼るやつをですね、ちょっと変更したので、あまりにもね、ガサガサになったので、そろそろ変更しないとということで変更したんですね。で、今回変更したのがこちら、詳細っていうね、商品になります。かなりですね、いろんな種類が出てるんですが、前回もですね、ちょっと違うのを使ってたんですが、今回ですね、この詳細っていうですね、商品にしてみました。で、内容としては、ペーパーライクフィルム、紙のようなですね、質感のフィルムにしております。これはですね、イラストを描くときにですね、やはりスルスル滑るよりはですね、手に引っかかりがある方が、イラストがね、やはり描きやすいんですね。僕の場合はですね。なので、必ず購入するときはですね、まずペーパーライクフィルムかどうかっていうのを確かめて購入しております。ペーパーライクフィルムですね。今回この購入した詳細なんですが、日本製ということでですね、かなり品質はいいのかなと思います。さらに購入してですね、こういう購入ありがとうございます手紙だったりですね、ユーザー登録特典で、失敗した場合、この貼り付けなかなかね、難しいじゃないですか。それを失敗した場合もですね、ユーザー登録することでですね、1枚追加でいただけることがね、できるというのがね、すごいいいサービスだなと思います。あと僕の場合はね、一発で行ったんで、こっちのね、Apple Pencil の先っぽをですね、もらおうかなと思って、ユーザー登録しております。こんな感じでですね、レビューなんかを見てもですね、Amazon レビューとかを見ても、かなり日本製なりのそのサポートが充実しているとか、そういうところでですね、褒められている場所が多かったので、今回この詳細をね、購入してみました。で、実際どうなのかっていうとですね、かなりいいですね。前回使ってたやつもですね、すごい良かったんですが、前回のやつより、なんていうんですかね、きめ細かいというか、触った時にですね、ザラザラ、ザラザラって言い方がいいのか悪いのかちょっとわかんないですけど、ザラザラ、サラサラしてる感じがね、すごい直に伝わってきて、それが均一になってるような感じがします。ペンを入れた時もですね、そのザラザラにすごい引っかかりがうまく乗りまして、狙ったところにですね、狙った直線の線とかもね、引きやすいのかなと思います。タッチ感はですね、今まで使ったペーパーライクフィルムで個人的には一番いいタッチ感です。僕に合ってるってやつですね。結構個人個人でね、やはりどういうペンタッチがね、いいのかっていうのは変わってくると思うんですが、僕はかなりこれいいですね。なんていうの、ザラバン紙みたいなのにですね、鉛筆で書いてる時と同じようなタッチ。わかりますかねザラザラした紙がね、昔あったんですけど、そういうザラザラした紙のタッチと結構似てます。なので、このフェーバーフィルムはですね、かなり使いやすいかなと思います。なので、すごいザラつきが良くて、引っかかりはですね、がっつり引っかかるわけじゃないんですが、流れながらも引っかかりがなかなかいい感じ。ちょうど中間ぐらいっていうんですかね、非常に書きやすい、ペンの流れも良くて、引っかかりもいい、非常にバランスのいいペーパーライクフィルムになっているかなと、個人的にはね、思いますので、何かそういうですね、ザラつきすぎない、でもスルスルしすぎないぐらいのね、を求めている人にはいいんじゃないかなと思います。結構でも、表面はね、触ってみるとザラついてるので、そういうザラつきが嫌な方はですね、もうちょっと薄いやつの方がいいかもしれません。あとはやっぱりですね、ペーパーライクフィルムの特徴にはなるんですが、反射防止加工とかもね、してありますので、どうしてもですね、発色とか光の感じはですね、弱くなりますし、ザラザラしてるので、ちょっとね、画面がすごい精細な感じ、綺麗な感じで見えてたのが、ちょっと悪くなったりするのはもう仕方ないかなと思います。で、ペーパーライクフィルムまだ使ったことない方とかですね、その辺注意してもらえればなと思います。やはりですね、ちょっとザラつきを求めるためにですね、画面の綺麗さっていうのは少し犠牲になるのかなと思いますので、イラストをね、描いてない人、イラストを描く人にはすごいおすすめなんですが、イラストを描いてるっていう場合じゃない人はですね、ペーパーライクフィルムじゃなくて普通の綺麗なね、画面が映るよっていうフィルムの方がいいのかなと思います。なので、イラスト描く人専用ですね。イラスト描く人は、このペーパーライクフィルムをおすすめしております。で、今回ですね、このペーパーライクフィルムの引っかかりが、ペンタッチと、ザラザラ感ですね。ザラザラ感のバランスが良いと思います。
なので、結構ね、おすすめかなと思います。まだですね、使い始めて、3日ぐらいなので、完全なね、最初のファーストインプレッションに近いんですが、そういう意味ではですね、最初の感覚としてはかなり良かったです。そしてもう一個ですね、このペーパーライクフィルムとともにですね、このペン先、ちょっとね、見えにくいかもしれないので、この辺にね、写真上げておきます。このペン先もですね、新しいのに変えました。今まではですね、エレコムさんの、こういうね、ペン先を使ってました。先がですね、細い、シャーペンのような形の細いペン先を使ってたんですが、今回ですね、この長さ、ペン先の長さが若干短くなった代わりにですね、これ全体が透明になっているというね、商品を購入しました。こちらもですね、ちょっと比べたのを写真で載せておきます。で、今回新しく変わったやつでですね、透明になったっていうのと、長さがね、少し短くはなったんですが、前回のですね、エレコムさんのやつもかなり良かったです。細い分ですね、狙ったところにスッと当てることができたので、かなり良かったんですが、ちょっとですね、書きすぎてですね、摩耗していって、金属なんで、摩耗の量はですね、どんどんすり減っていくんですが、すり減っていく量はかなり穏やかにすり減っていきました。がですね、3本かな ?1 年で3本、結局金属の先もですね、どんどんダメになっていってですね、金属はですね、ちょっと一つ問題があって、これも金属なんで同じかもしれないんですが、摩耗していくとですね、金属のやつはですね、どんどんとんがっていくんですね。で、ここがですね、フィルムを傷つけるっていうですね、問題にね、直面しました。そしてですね、前回フィルムがギーって言ってどんどん傷つけてしまったので、ここはね、くるくる回しながら書いたりとか、かなりね、気をつける必要があるのかなと思いますので、ぜひですね、金属のApple Pencil の先を使っている方は気をつけてください。で、今回その、透明のね、にしたので、少し視認性も良くなるのかなと思いつつですね、その辺を期待して購入しました。このメコっていうですね、メーカーで購入しましたので、これもですね、まだ3日ぐらいしか使ってないんですが、タッチはですね、この先ほど紹介した詳細っていうですね、ペーパーライクフィルムと相性かなりいいんじゃないかなと思います。このペン先とこれを使って3日ぐらいなんですが、ここがですね、なんかこう滑らかさがすごい、滑らかさがね、めちゃくちゃいいんですよ。なので、かなり書きやすい。このペアがね、いいのかなと。個人的にそのペアでしか使ってないのでわかんないんですけど、かなりこのペアがいい感じで書けております。ちょっとですね、アップでどういう感じでね、書かれるのかも、ちょっと撮りたいと思います。こんな感じでですね、近くで書いてる場合は、やっぱり狙ったところにですね、少しやっぱりズレはあるかもしれないんですが、基本的にあまり問題なくですね、当てることができます。で、書き味もですね、先ほど言ったようにいいですし、この薄く書いたり太く書いたりですね、こういう筆圧の感じもしっかりしてくれます。なので、今回のですね、この2つ、このメコというところのメーカーのペン先とですね、この詳細のペーパーライクフィルム、この2つはですね、個人的にかなり使いやすいかなと思いましたので、今回ちょっとね、いい感じとばっかり言ってますが、今のところ悪いところは一つもね、見つかってないので、かなりいい感じの印象をね、受けたっていう商品になりましたので、今回ぜひですね、なんかこう気になってる方、どういうのがいいのかっていう方にね、少しでも参考になればと思いますので、ぜひ何かね、こう新しいペン先欲しいなとか、ペーパーライク考えてるんだけどなって方は参考にしていただければと思います。はい、というわけでですね、今回はこの新しいペーパーライクフィルムとペン先の紹介になりました。なかなかね、感覚的なのでちょっとね、お伝えできたかわからないんですが、個人的にはですね、すごいいい商品をね、購入できたなと思いますので、こう気分もね、変わりますので、何かね、探している際は考えてみてください。概要欄の方にですね、リンク貼っておりますので、ぜひそちらの方の商品も見てみてください。今後もですね、この新しいペーパーライクフィルムとペン先使ってですね、いろんなイラストを描いていったり、いろんな動画紹介していこうかなと思いますので、それでは今回の動画が良かったよ、参考になったよという方は、ぜひチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。また通知のベルを押していただけると嬉しいです。ウェブサイトやっておりますので、ぜひ概要欄からご覧ください。SNS もやっておりますので、フォローしていただけると嬉しいです。僕のイラスト販売等もしておりますので、概要欄からご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。廃棄イラストレーターのアリでした。さようなら。